皆さんこんにちは、わたたびです。今回は山形県尾花沢市にある銀山温泉に向かいます。穴場スポットを紹介するのがコンセプトですが、今回だけはお許しください。江戸時代初期に栄えた延べ沢銀山。当時の鉱山開発とともに温泉も発見され、大正ロマンの面影が残る街並みに誰もが憧れる人気のスポットです。予約の取れないことで有名な銀山温泉ですが、何気なく予約サイトを見てると一室だけ空きがあったので、値段も部屋も確認せずにすぐ予約してしまいました。空きがあったのは能登屋旅館という日本人を守る会の会員宿で、宿泊3日前に予約しました。全く行く予定になかったのですが、急遽念願の銀山温泉に行くことになりました。ここですね、能登屋旅館。少々お待ちください。よいしょ。景色は残念です。で、歯ブラシとバスタオル、浴衣、旅、タオル。旅館は4階建てになります。で、今回泊まるこのお部屋が3階の関出というお部屋になります。で、
本階1階から、地下に行くと、洞窟風呂があるそうです。貸し切りの洞窟風呂です。で、この地下の洞窟風呂なんですけど、銀山温泉始まりの湯だそうです。銀山温泉の源泉になるそうですね。はい、楽しみです。ちなみにこの洞窟風呂なんですけど、予約とかはなくて、空いてたら内鍵をかけて入るというスタイルですね。4階から連絡通路があって、その別館1階に男湯、女湯の露天風呂と内風呂があるそうです。別館2階から85段の階段を上ると、展望露天風呂があるそうです。こちらも予約しましたんで、後で撮影してみたいと思います。で、食事が4階になります。最高です。คือมันอยู่ตรงที่ผมไหน ここか。ここが入り口ですね。あ、すごい。行きましょう。おー、すごい。
かいありますね。すげえ神秘的。すごい。めちゃくちゃいいやんここ。なんだこれ。ここにも行動がありましたね。おお、よいしょ。水箱。この先は行けないみたいですね。結構面白いですね、銀山温泉。左側半分の家屋が流されてしまいました。大正10年に金山川の水を利用し、源泉の放流で高温多量の現在の温泉街の原型はこの当時に出来上がりました。とりあえず4階まで行って、4階から別館に行って、別館の2階から85段の、階段登って露天風呂に行きます。下に参ります。すごい。別館もいいね、泊まるの。これ全部屋埋まってるからね。よし。こっから。うわ、迷路。おお、すごいな。しんどい。嘘。まだある。よいしょ。到着です。よいしょ。お、明るい。おお。
かに硫黄の香り。よいしょ。雨降ってるよね今。あれ気のせい？ご案内いたします。こっちで、はい。乗れなかった。はい、こちらです。では、スリッパこちらでネギをお投げください。右側の真ん中の席です。よいしょ。こちら先付けの手前がブナの木に生えるカロカというお料理と、こちらが生のキクラゲのきんぴらです。左上がキクカーエ、食用菊のおひたしですね。でそのお隣がアケビインドウといいまして、アケビの皮に肉詰めしたお料理です。手前がマコモダケとカモロース、間にオレンジ挟んでます。一番手前のお皿なんですが、酢の物です。滝川豆腐という地元の郷土料理になります。へえ。ところてんと豆腐を混ぜて作ってます。この白い点々がお豆腐ですね。濃いです。山ぶどう酒、お酒ですね。きのこ。かも。はい、手前から恋の洗い、ホタテマグロ、ヒラメにエビです。はい。うわ、すごい。地元小金沢産の小金沢牛という小金沢牛。山形そば。すごいコシ。うん。からしを溶いて、で、あれどういうこと？初めて食べる。不思議な食感。なんていうのかな。寒天よりはポロポロというか濃いですね。濃い。ちょっとパサパサしてそうな。あ、パサパサしてないね。しっとりしてるね。癖もないし、濃いって言われても分からへんね。まず野菜を入れる。沸騰してきたんでお肉入れます。うわ、すごい。いいよ。贅沢。ちぎれそうなぐらい柔らかい。めちゃくちゃ柔らかそう。すごいね、サシ入ってるね。熱いので気をつけてください。はい、芋煮汁。山形名物の芋煮です。山形産のつや姫。地元のお漬物。養老蒸し。思ったより濃いめっていうか薄いかなと思ったけど、そんな薄くないね。お腹いっぱいになってきた。意外と多くない？おいおい。またデザート出てくるんだよ。甘っ。
甘い。あ、開いてるじゃん。開いてるんで入ります。よいしょ。すごい硫黄の匂いがします。はい、かしこまりました。はい、お召し上がりください。ありました。